今回紹介する統率者は、風のり、ウーヤンリン、霊気走破収録の青単色の伝説のクリーチャーです。ウーヤンリンは飛行クリーチャーで戦闘を行うことで継続的にドローを供給することができます。重要なのは条件付きでドローできるという点ではなく、ゲーム中を通してドローが発生し続ける前提を作れるという点です。そのためこのデッキでは一時的な爆発力や奇襲性よりも戦闘が成立し続ける盤面を維持することを重視しています。構築の方向性としては、飛行を軸にした戦闘、盤面に残りやすい戦力、そして序盤から中盤までを安定して進行できる構成、こうした点を重視しています。以降のチャプターでは、それぞれの要素について具体的な構成と役割を順に見ていきます。まず基盤の話からだ。ウーヤンニンは序盤で止まると何も始まらない。最初につまずいたら終わりという統率者か。その通りだ。マナ基盤はかなり割り切って組んでいる。土地は合計で33枚。基本は島が中心で、動きに直結する土地を少数だけ採用している。青単としては特別少ないわけではないな。ああ、枚数自体は標準的だ。重要なのはここから止まらないことだ。統率者は4マナ。決して軽いコストではない。つまり4マナに届くかどうかがこのデッキの分かれ目になるということだな。その通りだ。このデッキは序盤で足踏みすると立て直しが効かない。だから基盤は標準的で確実な形を選んでいる。そのため土地だけでなくマナーアーティファクトも多めに取っている。2マナ以下のマナーアーティファクトが中心で、合計すると2桁に届く枚数だ。多いと評価される枚数だろうな。その結果として2ターン目、3ターン目の動きはかなり安定する。逆に言えば初動で事故ると立て直しは難しいと否定はしない。このデッキは派手な加速を狙う構成ではない。止まらずに流れ続けることを最優先している。なるほど。基盤で無理をしないからこそ後の展開が成立するわけだ。そういうことだ。では次はそのマナが何を盤面に変えていくのか、戦力の話に移ろう。つまりこのデッキが何を並べるのかだな。ではここからはこのデッキが何で盤面を作るのかという話だ。マナは確保できた。次はそれを何に変えるのかだな。このデッキの盤面は基本的に数で広げる形になる。大型を立てて守るという方向ではないわけだ。ああ、中心になるのは複数体が並ぶ盤面だ。そのために使っているのがトークンを生み出すカード群だ。飛行トークンが多い印象だが、必ずしも飛んでいる必要はないのか。その通りだ。このデッキではトークンはまず盤面を支える単位として扱っている。攻撃に行くかどうかはその後で決めればいい。つまり最初から殴るために並べているわけではない。そういうことだ。そしてこの盤面を打点に変える役割を担うのが機体だ。なるほど。並んだトークンがそのまま攻撃力に変わる。機体は登場すればウーヤンニンの下で飛行戦力になる。この性質が重要だ。盤面に残りやすく、なおかつ飛行戦力として機能する。地上が膠着しても関係なく攻められるわけだな。ああ、だからこのデッキの盤面は自然と飛行中心になる。トークンで盤面を支え、機体でそれを打点に変え、結果として飛行戦力が並ぶ。盤面の形そのものが統率者の能力と噛み合う構造だな。そうだ。ここでは何を並べているかだけをさえればいい。随分と隙間も残してあるようだな。必要な分だけということだ。では次はその盤面がどうやって手札とリソースに変わっていくのか、アドバンテージの話に移ろう。盤面が維持できる理由というわけだな。ここからはその盤面がどうやって維持されるのかという話だ。トークンも機体も並ぶが、普通なら手札が先につきそうだな。そこを支えているのがこのデッキのアドバンテージの構造だ。まず前提として統率者そのものが戦闘を通してドローを供給する。つまり殴れている限り手札は自然に増えるわけだ。そういう構造だ。加えて同じ条件でドローが発生するカードを複数採用している。攻撃がそのままリソースに変わるわけだな。ああ、このデッキでは攻めることと手札を補充することがほぼ同じ行為になっている。だから盤面を維持できると。その通りだ。結果として引く量そのものは多くなる。だから回り続けるための余白もいくつか用意している。このデッキのアドバンテージは爆発ではなく持続にある。盤面が崩れない限り手札も崩れない構造
か。だからこそ盤面を維持する意味がある。では次はそのリソースがどう勝利に結びつくのか、勝ち筋の話に移ろう。いよいよ終点だな。では最後にこのデッキがどうやって勝つのかという話だ。ここまで聞く限り基本は戦闘に見えるが、その通りだ。このデッキの主な勝ち筋は戦闘による勝利になる。飛行戦力を中心に盤面を維持したまま殴り続ける。これが基本形だ。派手な一撃というよりは削り切る形だな。ああ、一度優位を取れればそのまま押し切れる構造になっている。加えて状況次第では打点を一気に引き上げる手段もある。それで一気にゲームを終わらせるわけだ。そういう場面もある。ただしそれを前提に組んではいない。あくまで盤面を維持した延長線上の勝ち方だ。なるほど、無理に狙うものではないと。その通りだ。そしてもう一つ、このデッキには条件付きの特殊勝利手段を用意している。それが主役というわけではないだ。ああ、これはゲームが長引いた場合の出口としての位置づけだ。盤面とリソースを維持した結果、自然に到達するなら使う。そうでなければ無理に狙う必要はない。つまり勝ち方を選ぶというより終わらせ方を用意している。そういう整理だ。このデッキは逆転を狙う構造ではない。優位を取った状態を維持し、そのまま勝ち切る。それが一貫した勝ち筋だ。だからこそここまで基盤と維持に重きを置いてきたわけだな。そうだ。以上がこのデッキの勝ち方だ。このデッキの弱点についても触れておこう。ここまで聞く限りかなり安定してはいるが。ああ、ただし万能というわけではない。まず一つ目は逆転が難しいという点だ。一度盤面を失うと取り戻すのは大変そうだな。その通りだ。このデッキは優位を維持することに特化している。裏を返せば不利な状況から一気にひっくり返す力はあまり持っていない。だからこそ序盤から中盤にかけての判断が重要になる。そうだ。二つ目は妨害手段が最低限にとどまっている点だ。相手の動きを力ずくで止めるという構成ではないな。ああ、基本的には自分の盤面を優先している。相手を止めるより止まらないことを選んでいるデッキだ。少ない妨害の使いどころは重要だな。三つ目は防御がトークンに依存している点だ。チャンプブロックできない状況だと一気に苦しくなるな。そういう展開もある。だから無理に攻め続けるより盤面を崩さない判断が重要になる。常に前に出るデッキというわけではないのか。ああ、維持できるなら攻める。怪しければ一度立ち止まる。この判断を誤ると一気に崩れる。使うものの理解も求められるデッキだな。そういうことだ。ただしこれらの弱点はこのデッキが何を捨て何を取ったかの結果でもある。盤面を維持し状況を固定しそのまま勝ち切る。それができるならこのデッキは非常に安定して強い。理解した上で使えば答えてくれる構成というわけだな。その通りだ。今回は風のりムーヤンニンの統率者デッキを構造から見てきた。派手さより流れと維持を重ねる構成だったな。デッキが違えば中身も思想も変わる。だがどう分解しどう組み直すか、その切り口は他のデッキでも使える。次もまた別の統率者で同じやり方で見ていこう。